たちは元気なのだ。こうなるともう作るしかないのだ。鎌倉で来たのだ。おちびたちも中でずんだ餅食べようなのだ。わーいなのだ。疲れてクタクタなのだ。鎌倉すごいのだ。とりあえず休むのだ。こうなるのだ。寒くて動けないのだ。こんな説明に助けなんか来ないのだ。おちびたちの言うことなんて聞かなきゃよかったのだ。キラス戦なのだ。隙ありなのだ。やられたのだ。さっきから当たってるのに引っ込まないのが多いのだ。どうせ昨日のんなもんには当てたのだ。どうすかなのだ。こうなったらおかってやるのだ。でっかいのが当たれば動けないのだ。それならこっちもそうするのだ。雪だるまになっちゃったのだ。争いは何も生まないのだ。ずんだもんたちが雪だるまになってる。ほんとだ。インスタにアップしよう。笑いのネタにはなったのだ。そんなのいいから温めてほしいのだ。今日弾んだ両みんなでキャンプなのだ。寒いけど来てよかったのだ。僕も火起こしするのだ。おちびには危険なのだ。そろそろすやすやするのだ。寝袋があればぬくぬくなのだ。吹雪なのだ。飛ばされちゃうのだ。まずいのだ。雪だるまだったのだ。凍えちゃうのだ。どうか助けてほしいのだ。相坂なのだ。そういやこのブーツ買ってもう5年経つのだ。そろそろソールの溝がすり減っちゃったのだ。うわーなのだ。坂道が滑り台みたいになってるのだ。止まれないのだ。踏ん張りが効かないのだ。誰か止めてほしいのだ。お帰りなさい。帰ってくるの早かったじゃない。走って帰ってきたの？転がって帰ってきたのだ。先輩かわいい。久しぶりなのだ。エクチ。お久しぶりなのだ。風邪なのだ。お大事にしてください。クスクス。マスクで風邪は防げないんだもん。バカ丸出しなんだもん。ヒノキ花粉症なのだ。1月中旬から花粉症は対策しなきゃいけないのだ。だからマスクは欠かせないのだ。ごめんだもん。なのだ。あはは、花粉症は辛いのだ。あはは、そもそも本当に風邪やインフル、あるいはコロナだったとしてもですよね。そうそう、他者にうつさないためにマスクはつけた方がいいのだ。先輩、何やってるんですか？見ての通りブーツのソールを剥がしているのだ。ふむむぬ。このブーツは在庫処分セールで見つけて買って以来、布が破れれば当て布で補修し、ソールが剥がれれば接着剤で圧着して5年間履き続けたのだ。でも結局ソールがもう雪を噛まなくなっちゃったのだ。じゃあ隣にあるのは交換用ソールなんですね。リブアムソールじゃなくてずんだ HD の安いソールだし、アーシのお小遣い出しますから新しいブツ買いましょうよ。お気遣い不要なのだ。ふむぬぬ。接着剤でくっつけたし、あとは一晩中こうやって立っていれば、僕が重しになってくっつくのだ。エクチ。外は寒いですよ。いくら玄関が他の人の出入りの邪魔になるからって。やっぱりブツ買いましょうよ。お金出しますから。僕は大丈夫なのだ。エクチ。一晩中立ってたら風邪ひき雪だるまになっちゃったのだ。言わんこっちゃない。でも可愛い。先輩の可愛い雪だるま写真撮り終えたら靴屋行きましょうね。先に内科医院に行かせてほしいのだ。エクチ。雪山登山なのだ。雪だるま作っちゃうのだ。こらこら、これから登山なんだから体力残しとくのだ。妖怪なのだ。結構急斜面なのだ。積んだスポーツのトレッキングシューズだから結構滑るのだ。というかこんなに険しいと聞いてなかったのだ。事前調査不足だったのだ。雪崩なのだ。巻き込まれたらひとたまりもないのだ。みんな安全なところに避難するのだ。まさか雪だるまに自分たちがなるなんてなのだ。誰かスマホ出せるのだ。そんなことしたら真っ逆さまなのだ。どうしたらいいのだ。エクチ、つむぎ、付き合わせて悪いのだ。大丈夫ですよ。それにしても2時間待ちは相当待ちますね。つむぎ、この動画を海外でご視聴の皆様からすると、2時間待ちは早いのだ。そうなんですか？何しろイギリスや北欧では予約が1年先まで埋まってるのだ。医療費ただの裏にそんな事情が。他の国なら早いんですか？ある意味早いかもしれないのだ。アメリカや南米など他の国では医療費がそもそも高いから、お金持ち以外病院に見てもらう発想がないのだ。だから海外はコロナがあんなに蔓延したんだ。
だから僕がアメリカで病気になったらお坊さん呼ばなきゃいけないのだ。エクチ。このネタ、ズンツムスクール海外視聴者に通じてます？そこは聖職者を呼ぶとかじゃないですかね。僕は日本のズンダなのだ。エクチ。よし、撮り終わった。じゃあ TikTok に上げてっと。いい世代の TikTok 人気はすごいのだ。そうですよ。そういえば、先輩はなんで TikTok に上げないんですか？僕はニコニコと YouTube があるのだ。でも露出は増やす方が良くないですか？同じ動画使い回せますし。商売としては紬の言うことが正解なのだ。ただ僕は中国資本のバイテダンスにお金が流れちゃうのがちょっと心配なのだ。まあ、今ボタついてますからね。アーシもあんまり政治のこと気にしたくない年頃ですが。でも、中国と同じ共産圏の人たちも TikTok 使ってますし、ベネズエラ、イランの革命は TikTok と共にあったところがありますよね。歴史の皮肉なのだ。自分たちのところの企業が共産圏の独裁者球団に使われるとは。そしてアメリカでもバイテダンスからオラクルに事業分割してますよ。だから資本主義国家にお金流れるし大丈夫じゃないですか。そのオラクルがまたクセ者なのだ。そんなヤバいところなんですか？オラクルはかつてレッドハットエンタープライズ Linux のクローンを作り、うちの方が星コスト安いですよってやった。なかなかエグい企業なのだ。オラクル自身あくまで自分のサーバー使ってもらうために TikTok の事業分割受けたし、バイテダンスが株式 19.9% 持ってるから分け前はがっつりバイテダンスに入るのだ。これ以上はやめましょう。多分ズンズン PJ 的にもアシ的にも規約違反の政治的内容になるやつだ。危ないところだったのだ。でも Linux はオープンソースですし、RHEL のクローンなら銭湯 OS とか完全フリーで使えるじゃないですか。じゃあ僕がその辺のラーメン屋さんのレシピ完コピして、味を真似してお安く提供してあげく。メンマは委託業者から安く仕入れて利益率上げたら、それは問題じゃないのだ。なんかそういうの、ラーメン最有機、手漫画で読んだような、生地ラーメンに著作権や特許法はないから資本主義の敗北味を感じますね。魔王なのだ。鬼がやってきたのだ。鬼はあそこなのだ。福はうちなのだ。あいててなのだ。じゃあ恵方巻きの時間なのだ。今年は南南東なのだ。美味しそうなのだ。黙って食べきる必要があるけど、おちびたちは無理しないでほしいのだ。はいなのだ。そろそろ中に入れてほしいのだ。鬼の格好は寒いのだ。このままじゃ鬼じゃなくて雪だるまになるのだ。ニコニコの人はフォロー、いいねを。YouTube の人はチャンネル登録、高評価をお願いしますのだ。Amazon 欲しいものリストも投稿者コメントにあるので応援お願いします。